埼玉県越谷市で染め物屋をしています関澤隆です。中染天然染料藍染めを扱っています。肩書きそう言われるんですけど、なんて呼んだらいいのっつって。でも中染を中心にしてるんですけど、天然染料も行ってますし、藍染めも始めましたし、中染を離れてなんか広がっていったというか、でもなんか染色家でもないし、なんすかね、染め物屋でいいかなっていう。そうだね、子供時代から野球やったりテニスやったりサッカーやったり、自分の技術を上げることにすごい生きがいや喜びを感じていて、で将来も、自分の技術を磨く仕事がしたいと思って、そうですね、それで日本の文化も好きでしたし、伝統工芸がいいんじゃないかと、思っていて、で伝統工芸といっても多種多様で、どれが自分がやりたいのか分かんなくて、それですごい悩んでた時期があって、で悩んだ日々の中で寅さんっていう男はつらいを見て、すごい日本の原風景だったり日本の文化が集約されたような映画で、寅さんが、手ぬぐいや浴衣を普段から身につけていて、染め物がいいなとその時思って、でその染め物を調べてる時に、中染という伝統工芸を知って、で調べていくうちに、もう自分が住んでる場所が産地だったということでショックを受けて、それと同時に本当に嬉しくなって、もうこれしかないみたいな。でいろいろ調べていって、その東京本染め浴衣を製造してる会社に就職しましたね。いやもう本当にやりたくて、本当に。で見学した日はもう一睡もしてなくて嬉しくて、で見学しに行って、もう一日少し本当簡単な作業して、その時にもう絶対やるって決めましたね。やっぱその、作るだけじゃなくて、その働いてる人の姿だったりとか、あと道具だったりとか、そういうのが本当美しかったと思いますね。のり置きという工程ですね。柄付け模様をつけています。このりがついてる部分が染まらないんですよね。合染して染料を通さないっていう。で厚みだったり、その生地の種類によって柔らかさとか水の量を変えたりしてますね。中染の工程はまずさらしを台に引いて、で型紙を貼った木枠を置いて、模様をつけて、のりを置いて模様をつけます。これ折り重ねていくからのりがついて効率がよく染まるんですよね。のり裏にべったりついちゃうとダメなんですよ。ちょっと時間かかっちゃうねこれ。8年修行して、でもうある程度難しい浴衣だったりとか細革という技術だったりやらせてもらって、技術を積んでいくともっと何かできるんじゃないかとか、こんなことができるんじゃないかとか、そういう可能性というか
ものが見えてきて、もう中世はもう最盛期を終えてもう成熟してる技術だと思うんですけど、僕はまだいけると思っていて、でそういうことがきっかけで独立という考えが始まりましたね。技術的にも、もっとなんですか、高度な技術を、入れたりして、そうですね、やはり面倒くさい仕事がしたいんですよね。簡単なものはやっぱり飽きちゃうんで。でも本当やりたいからっていうだけですね。本当に自分の心に素直にというか、もう周りなんて関係ないっていう感じですかね。あとはやっぱもう、作る時代がもう終わってんのかなと、終わってしまったのかなと思っていて、なんかもっと違う形で、なんかものづくりできたなと、ちょっと意味わかんないですね。例えばそうですね、その働いてる姿とか、体験だとか、その情景っていうか、その歴史とか、よくわかんないですけど、そのなんか作るだけじゃないことをしなきゃいけないなと思ってますね。もう今までつながってるっていうか、前の職人さんに教わって、でそれが今反映してるんだ。それの繰り返しっていうか、つながってきてるっていう、なんつうんですかね、その姿を見て、そのもう何十年も働いてきた技術を僕は背中で見て盗んで、でさらに上に行こうっていう。そうです。1日8時間毎日やってりゃうまくなるんですよ、ある程度。である程度上手くなってから、自分の才能を開花させてってことですかね。染めの種類として日本では神前つけて染めるものとハケですり込んで染める技法で、注染というのは液を注いで染める技法ですね。で注染の特徴は一旦バーッと染めるんじゃなくて、こう重ねて蛇腹状に重ねていって、で糊置きをしたものを染料で上から一気に50枚一気に染めるという技法になります。従来の浴衣とかを全部一旦広げて染めるんですけど、それだと1日に5単から10単ぐらいしか製造できなくて、で注染は1日で1人100単ぐらい一気にできて、量産ができて、でかつ多色でぼかしとかができて両面染まってるっていう。やっぱり廃液、どうしてもやっぱ気になっちゃいますよね。その環境についてだとか、やっぱ今の流れでその環境に良いことという大きな流れがあって、やっぱり時代に合ってないと思いますね。その環境に悪いことはやっぱ昔ながらの生き方だったり染め方だったりが結局そっちに戻ってるというか、今転換期だと思いますね。こういうサスティナブルだとか持続可能とかの流れを見ると、そうですね、染め物も
変わるべきじゃないかなと思いますね。これは染料がはみ出ないようにちょっと土手を作ってます。両面同じように染めるんで、裏表なく染まって糸の芯まで染まってますね。で糸の芯まで染まってるってことは通気性も良くて、染料一緒に染めるんで自然なぼかしができますね。他のプリントだと一色青緑一回やって、で次に黄緑をもう一回やるみたいな染め方ですけど、中線はもう染料を混ぜて一緒に染める、なんか自然なそのグラデーションができて、そのぼかしが中線のいいとこっすね。で色落ちも剥げていかないで色が落ちていくということで、色落ちも楽しめるってことですかね。どうする、まあ染め物で言うと機械染めと手で作った中線はもう一目で分かりますね。やっぱ機械は均質でまっすぐ、でも手で作ったものはもう一定じゃない、均質じゃないんですよね。だからそれがやっぱ温かみになるんですよね。やっぱりそうですね。まあそうですね、まあ伝統工芸本当危ういですけど、やっぱ作って売る時代はもう終わって、デザインも考えなきゃいけないし発信もしなきゃいけないし、そうなるとやっぱり何かを取ると何かがなくなっていくっていうね。まあ本当上手くなった部分もすごいあるんですけど、一人でやることによって、でも下手になった部分もありますね。やばいですよ。今僕も自分のことは職人じゃなくなってきたなって思ってるんですよね。全然。そうですね、やっぱ昔と同じことやっても売れないことが多いと思いますし、苦しい伝統工芸はやっぱ変わんなきゃいけないですしね。その今自分の染めを確立したいんですよね。だから中線、同じことしてもしょうがないんで独立して、自分だけのものをそうですね作りたいですね。以上ですね。これで巻いていくんで、地巻きって作業ですね。繊細な技で。僕はその当時から全部一人で全部やりたいと思ってて、
で今は全部生地を巻いてのりつけて染めて干して畳んで仕上げて全部一人でできるのは嬉しいですね。まあでもそうですね、でもそれ以上にもうなんか落ち込んでますね。うまくいかなかったりとか、もっとうまくできるのにみたいな、悔しさとかとかそっちの方が多いですね。あともっと上行きたいというか、まあ技術に終わりはないんですけど、あとはこの毎日の繰り返しの中でうまくなっていくのを、技術を上げていくというよりかは、もっと次のステージで全部一人でやって新しいものを生み出したいっていうことですかね。終わりそう。